はい、皆さん、こんにちは。新古典絵画研究所の三村実です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は19世紀フランスなどで行われていたアカデミックな絵画の教育システムについて語っていこうと思います。17世紀から始まる王立アカデミーエコール・デ・ボザールですね。を中心とした、あるいはサロンと言われた当時の展覧会です。公的な展覧会を中心とした、教育システムと考えていただければいいと思います。特にですね、エコール・デ・ボザールなどではローマ賞というのがありまして、それを、獲得するためにですね、みんな頑張っていた形になるんですけど、それを取るための、教育システムとも言えますね。ピカソの若い頃やゴッホの時代もこうした美術教育が行われていましたので、19世紀全般に行われていたものと考えていただいていいと思います。細かく言いますと、ゴールデ・ボザールのような公的な美術学校と、あと各画家たちがやっていた施設アトリエで少し違ったことも行われていたようですが、今回はざっくりですね、ご紹介できればと思います。今回の動画は、こちらの本、アルバート・ボイルさんの、アカデミーとフランス絵画という本を参考にしています。詳しいことは概要欄をご覧ください。それでは具体的に見ていきましょう。まずは全体の流れから。まずデッサンの訓練、油絵の訓練、大作制作のための準備といった順で進んでいきます。まずはデッサンから学びます。これは今も一般的ですが、少し違ったところがあります。それはですね、版画の模写ですね。模写からまず始めるということです。現在日本でも手に入るようになったこちらのシャルル・バグルのドローイングコースもそういったテキストの一例です。こちらのテキストはピカソやゴッホも実践していたことがよく知られています。こちらのドローイングコースについては僕の動画でも、詳しい説明をした動画がありますので、ぜひご覧ください。こうした版画のテキストを模写することで、形の取り方、陰影の捉え方やハーフトーンの捉え方をしっかりと学びます。ドローイングコースでは、明と暗、ほぼ2トーンで捉えるところから、徐々にハーフトーンを入れていくといった図版になっていて、デッサンのより効率的な手段が学べます。こうした版画を模写する訓練が終わると、日本でいう鉄工デッサンのような実物を見て描く訓練に移っていきます。当時のヨーロッパでは大理石の本物や模刻などもありましたので、そういったものを見て描いているかもしれません。それが終わると実物のモデルを使ったデッサンに移ります。モデルに関してですけど、19世紀はまだ女性が公の場所で肌を見せるということははばかられていましたので、基本的にモデルは男性モデルでした。アカデミーという言葉も、人体とほぼ同意ですね。男性の人体ですね。とほぼ同意に用いられていましたので、アカデミーを描くといったら、人体デッサンとかね、油彩の場合もあるかもしれませんけど、そうした意味合いがありました。日本人の黒田清輝や安井壮太郎といった人たちが留学に行った頃には、もう女性のデッサンも行われていたようです。僕はここ数年、男性モデルのデッサンを描いていますが、やっぱりですね、男性の方がですね、骨格とか筋肉とかは分かりやすいと思います。僕は知人にお願いして、なんとかモデルを確保していますが、日本ではですね、なかなか男性モデルを描く場所がありませんので、モデルさんもそれで少ないですよね。海外ですと大体半々ぐらいな感じでインスタグラムなどで見ますので、もう少し日本もですね男性モデルさん描く機会が増えるといいと思います。ここで僕の考えるこの時代の訓練の特徴をお伝えしておきます。まずですね、激しめのライティングですね。明暗法キアロスクーロを使用しています。実際に僕もモデルさんを使ってやるときにこういったライティングをしてるんですけど、そうですね、
日本で今よく行われているようなとこですと、そんなに強いライトは当てなくて、ちょっと美大とかでないと、結構蛍光灯とかがたくさんあるような環境で、描く場合が多いです。やっぱりですね、そういうと、なかなか骨格などが分かりにくくなってしまうので、こうした光をバンと当てまして、強い光でありますと、筋肉とかね、がよく形が分かりますので、単純に本当に描きやすいっていうふうに思いました。あと、ドローイングコースの手順ですね。まず、明暗を、激しい、先ほど言ったように、ライティングが激しいので、明暗っていうふうにすごく形をはっきり分けることができて、まずは2トーンですね。2つのトーンからだいたい書いていって、徐々にハーフトーンを増やしていくというような訓練をしていますので、これもより効率的ではないかなっていうふうに思います。どうしてもですね、全体的に光が当たったような書き方、ものを書くと、ハーフトーンをね、ずっと組み立てないといけませんので、それは結構難しいものですから、個人的にはこの勉強法は結構効率的だなというふうに感じています。あとですね、形の捉え方ですね。当時のね、ヨーロッパ、日本でもこうした捉え方はあるんですけど、形を捉えるときにですね、結構こう角度でこう書くっていうような感じで、形を取るのが、よりこう徹底されているっていうふうに感じます。日本でもね、もちろんそういった角度で捉えたりはしてると思いますが、日本人っていうのはどちらかというとちょっと線のね、方が得意、線描ですかね、線の美しさの方が結構得意なので、どちらかというと、もちろんそうした線を重要視しているような、重要視というか線の美しいデッサンもね、アングルとか、クリムトなんかのデッサンもそうなんですけど、そういったものももちろんあるんですけど、特に初期のね、学生さんの勉強の段階ではかなり形の取り方で書くといったようなね感じで形を捉えているように思っています。あとですね、模写から始めるという点に関してなんですけど、こうした方はですね、タッチとかトーンとかの付け方ですね、そうしたものをより効率的に学べることができるので、上達は早いかなというふうに思います。逆を言うと、物の捉え方が、均一的で、個性が出にくくなってしまいますので、そういうところがデメリットなのかなというふうに思います。最後に、デッサンの画材についてですが、みんなで描く、デッサンの場所では結構木炭が用いられていたようです。ですが、そうですね、もう少し、今の日本の木炭よりかは、もしかしたらチャコールペンシルのようなものも使ってたのではないかなっていうふうに思います。結構墨がしっかり残ってますので、そういったものを使ってたのではないかなっていうふうには推測ですけど思います。あとですね、鉛筆もですね、ブグローとか、アングルは、結構鉛筆の素描も残していますので、油絵イコール、木炭のデッサンというわけでもないようですね。それより前の時代の人たちは、結構コンテとか、白のチョークとかですね、そういったもので、デッサンしてますので、ちょっとね、木炭って、特に予備校とか行かれてない方は、なかなか手が出しにくいと思いますので、鉛筆とかね、そういったもので、十分だとは僕は思います。それでは次の段階ですね。油絵の訓練に入ります。当時はですね、なかなか油絵を使わせてもらえなかったようで、マネの師匠のトマクチュールさんやアングルもですね、デッサンがですね、ある程度できるようになるまでは、油絵を教えなかったという話が残っています。多くの画家たちが施設アトリエでも教えていたんですけど、そうしたところでも、美術学校にですね、入学することが油絵を教える基準になっていたようです。では具体的にですね、どのようなカリキュラムか見ていきます。まずはですね、人物の頭部の練習から始めました。ここでですね、当時エボーシュという短時間で仕上げる絵の描き方についてご説明します。エボーシュというのは、早くて1日で仕上げてしまう、アラプリマ技法ですね。ウェットオンウェットなんとかも言いますけど、下
字で何層も重ねるんではなくて、いきなりですね、固有色でダダッと書いていくような書き方で、訓練をしていました。で、エボーシュでですね、使われていた絵の具に関してですけど、先ほど紹介した参考文献ではですね、シルバーホワイト、ネイブルイエロー、イエローオークル、オークルドリュ、レッドオークル、バーミリオン、アイボリー、コルクブラック、プルシャンブルーというふうに紹介されています。ちょっとですね、イエローオークルはイエローオーカーですかね。オークルドリュっていうのがちょっとわかりませんが、レッドオークルは、レッドオーカーですよね。アイボリー、コルクブラック。ちょっと、大体こんな感じで紹介されていますので、大体想像はつきそうですね。はい。エボーシを描くときの注意点としては、明るいところは厚塗り、暗いところ、影の部分はですね、薄い透明色で描くように、指導されていたようです。僕が実際やってみたエボーシュがこんな感じです。こうした訓練をまず頭から始めて、人体全体ですね、の方に移行していきます。あとですね、油絵の訓練として、美術館でのね、模写なども、広く行われていました。名画のレプリカの制作も、若い画学生たちの収入源になっていたようです。はい、最後に作品制作のための準備の段階に入っていきます。作品と言いましたが、当時のアカデミーの正当な方の、サロンではですね、歴史画を描くことがメインになっていました。なので、歴史って言いますと、日本の日本書紀とか古事記とかもそうなんですけど、大体神話から始まりますので、神話の絵も、歴史画の一応カテゴリーの中に入るということですね。別で宗教画というのもあるんですけど、そちらは、キリスト教の絵ですね。キリスト教の絵も、歴史的な、歴史画のジャンルになるものもあれば、宗教画のね、マリア様の絵みたいなのも、ありますので、一応、で、あと宗教画っていうと、キリスト教の絵のことになりますのでね、一応、宗教画、歴史画ですね。そうしたものを描くことが、まず、目標になりました。で、ジャンルに関しても、歴史画、宗教画が一番、格式が高くて、肖像画とか風景画ですね。風俗画というのは、ちょっと格質が低いものというふうにされていましたね。なので、まずアカデミーでは、そういった歴史画を描くことがメインになります。で、歴史画になりますと、大体歴史のシーンですと、たくさんの人物が出てくる群像が多くなります。なので、まずですね、そうした群像たちをどのように画面の中に配置していくかっていう、ですね、絵の全体の構図ですね。で、コンポジションっていうのを学ぶことから始まります。ここでですね、まずですね、大まかに書くクロッキーとか、油彩のエスキースですね、が用いられます。で、鉛筆で書くのをクロッキー、で油彩でやるのをエスキースなんですけど、エスキスっていう風に言っていました。で、こうしたもの全体ですね、構図自体を、書くことをスケッチっていう風に呼んでいたようです。だから、スケッチって言いますと、当時は、構図の練習をスケッチっていう風に呼んでいたようです。今のね、日本だと、クロッキーっていうとですね、人物をですね、5分とか3分とかでバーッと書く、鉛筆とかペンとかでね、書くのがクロッキー。スケッチっていうと、これもあんまり、どちらかというと短時間でこう仕上げる、鉛筆とか、油彩のスケッチとかも言うかもしれません。短時間でやるものですけど、特に構図ということではないと思います。どちらかというと、構物、ものをこう描くようなイメージですけどね。当時はスケッチっていうと、全体の構図をこう示すようなものだったようですね。で、エスキースに関してなんですけど、修作という意味ですので、
手のエスキースとかね、作品のために手だけとか顔だけとか、そういったものをエスキースっていうのも言うと思うんですけど、当時のちょっとこのエスキースは、あとはまた全体の構造を油絵でこう描くものをエスキースなんですけど、エスキスってこの先ほどの本では書かれていますので、今回もね、エスキスっていうのはそうしたちょっと全体の油絵で描く全体の構図を示すものというふうに捉えていってください。で、エスキスっていうと群像とかのね、描く時のものをエスキスっていうんですけど、あとですね、エチュードっていうのもありまして、これも油絵で短時間で仕上げていく、大雑把に描くところが同じなんですけど、こちらはどちらかというと風景画にの時にエチュードという言葉を使っていたようですね。なので、今ですとエチュードもエスキスも、どちらも修作という意味で、もちろん当時も、修作という意味ももちろん使っていたので、今でも美術館などでね、エチュードとかエスキスとかって書いてある作品ありますので、そういった意味でももちろん使えたようですけど、一応こちらの先ほどの本によりますと、そういった使われ方がしていたようですね。エスキスもエチュードも油絵でざっくりと大まかに印象とかですね、よりライブ的なですね、感覚で描いていく、その場所の臨場感だとかそういったものをより表現するっていうことが目的になっていきまして、そうしたことから印象派とかですね、あと構図重視のですね、近代芸術の方にですね、つながっていったっていうような流れになっています。で、この参考にしているアルバート・ボイルさんのアカデミーとフランス近代絵画では、アカデミーの反抗としてですね、二項対立として捉えられていた印象派の当時の前衛芸術がですね、実はアカデミーの教育システムそのものから生じていく様子を論じていますので、ここのね、帯のところですね。帯のところにもですね、共犯としての前衛、アカデミズムというふうに書かれていますね。ちょっと学術的な本でちょっと高いんですけど、とても興味深い本ですので、ぜひ読んでみてください。はい。今回は非常にざっくりになりましたが、19世紀のアカデミックな美術教育についてお伝えしました。面白かったと思われた方は、ぜひいいねボタンの方をお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。